皆様こんにちは、セリナです。今回は、ボーチェ、マキア、美的、美容雑誌3誌の2026年上半期ベストコスメランキングで一番多く1位を獲得したコスメをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。上半期もたくさんの人気コスメが誕生しましたよね。こちらの動画では下地部門から口紅部門までそれぞれのランキングで一番多く1位を獲得したアイテムを実際にメイクしながらご紹介していきます。上半期に特に人気だったコスメをご紹介しますので少しでも参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。メンバーシップ限定動画ではメイクの基本やなりたいイメージに近づけられるようなコスメの組み合わせ方など深掘りした内容をご紹介しております。気になった方はぜひ詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。それでは下地部門からご紹介していきます。ランキングはこちら。3種とも1位のアイテムは異なりますが、ボーチェの1位とマキア、美的の2位にディオール、プレステージホワイト、ル・プロテクター UV ルミエール、ロージーグローがランクインしました。受賞理由は、血色感のあるふっくら幸せそうな肌印象にしてくれる。繊細なパールの組み合わせで塗るたびに美しさが澄み渡る。などが挙げられています。こちらはもともと発売されていた人気シリーズに新色として加わったアイテムです。ディオール最高峰のスキンケアラインから登場している化粧下地なので、もちろんスキンケア効果もかなり高いですが、個人的には皮脂や汗崩れにも強いところがものすごく優秀だなと感じているポイントです。質感やカラーなど実際に肌の上に乗せてご紹介していきたいと思います。顔の中心から外側に置いて軽く伸ばしていくとこんな感じでたっぷり水分を抱え込んでいますが適度にクリーミーさもあって水分と油分を同時に肌に与えてくれるような質感です。伸びがいいので乾燥やごわつきが気になる状態でも塗りやすいです。こんな感じで軽く塗るだけでもツヤが綺麗に出たのがわかりやすいと思います。はい、こちら側半分に塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、ローズのカラーで自然にトーンアップしている感じと、頬の高い位置にツヤが増している感じがわかりやすいと思います。少し白っぽいロージーピンクのカラーですが、普段標準色のファンデーションを使用している私の肌の上でも浮くことなく、首元と見てもこんな感じで、若干顔色がパッと明るくなる程度で、幅広い方に使いやすいんじゃないかなと思います。近くで見るとこんな感じです。自然なトーンアップ感とツヤ感は増していますが、適度に肌に透け感も残っていて、ナチュラルなタイプの下地です。水分と油分のバランスがいいので、毛穴や凹凸はふっくらと滑らかに整っている感じがします。しっかり保湿されている感じはしますが、重さがないので、夏場にも安心して使いやすいです。続いてはファンデーション部門です。ランキングはこちら。ディオールとスックの2つが接戦でしたが、ディオールのディオールフォーエバーフルイドスキングローがマキアのベストメイクアップ大賞と美的の1位、ボーチェの2位を獲得しました。受賞理由には、カバーするけれど隠しすぎない絶妙なコントロール感が見事、ケア効果で肌を向上させてくれるなどが挙げられています。ディオールは長年人気だったツヤタイプのファンデーションのリニューアルアイテムということで、発売前からかなり注目度が高かったように感じます。リニューアル前よりもさらに伸びが良くなって、仕上がりの綺麗さももちろんですが、紫外線カット効果が SPF50、PA3 プラスと格段に上がったのも人気のポイントなんじゃないかなと思っています。では、こちら側半分に塗っていきます。受賞理由にもありましたが、一塗りでもこんな感じで結構しっかり赤みや色ムラを抑えてくれるカバー力はありますが、絶妙な透け感も残ってくれるのがポイントです。
テクスチャーはとても滑らかなので、乾燥肌の方にも安心して使いやすいです。はい、こちら側半分に塗ってみました。下地なしの方と比較をすると、肌全体の赤みが自然にカバーされている感じと、自然なツヤ感がわかりやすいと思います。ツヤツヤギラギラすぎるタイプではないですが、肌表面が滑らかに整った磨いたようなツヤが楽しめるところも、このファンデーションの優秀なポイントです。そして近くで見るとこんな感じで、この辺りにあったニキビ跡などもしっかりカバーしてくれるので、コンシーラーなしでもある程度のカバー力が欲しいという方にもおすすめです。適度に重さがあり、クリーミーで滑らかなテクスチャーで、毛穴や凹凸を埋めながらなだらかに整えてくれて、つるんとした卵肌に仕上げてくれます。カバー力、やりすぎ感のない今っぽいツヤ感、そして高い紫外線カット効果と、ファンデーションに欲しい機能が詰まったアイテムなんじゃないかなと思っています。続いてはフェイスパウダー部門です。ランキングはこちら。3種ともナーズライトリフレクティングセッティングパウダープレスト N0555 が1位を獲得しました。受賞理由には、毛穴や赤みを隠して光だけをまとえる不思議なパウダー、暗めの肌の色でも使いやすいなどが挙げられています。デパコスのフェイスパウダーの中でも特に人気が高いナーズのリフコに待望の新色が追加ということで、こちらもかなり話題になりましたよね。通常のリフコは無色透明なので、新色はフェイスパウダーでも赤みや色ムラをカバーしたいという方に人気だったのと、粉質も通常タイプよりもしっとりしている感じで、より幅広い肌タイプの方に使いやすくなっているんじゃないかなと思います。では、付属のパフにとって、フェイスラインから顔の中心に向かって優しくのせていきます。こんな感じで、軽くのせるだけでもファンデーションの余分なツヤ感が自然にオフされて、フィルターをかけたような毛穴レス感が増したのがわかりやすいと思います。粉質がしっとりしているので、少量でもカバー力が高いです。はい、こちら側半分に塗ってみました。パウダーありなしでかなり仕上がりのイメージに違いがあるのがわかりやすいと思います。付属のパフを使ってしっかり塗り重ねましたが、ファンデーションのツヤ感はこんな感じできちんと残しつつ、余分な油分感をオフして毛穴レスな柔らかい肌に仕上がっています。近くで見るとこんな感じです。柔らかいパウダーが毛穴や凹凸を埋めるようにカバーしてくれて、毛穴レスでフラットな肌に仕上がります。柔らかめなパウダーで毛穴や凹凸を埋めるようにカバーしたいという方にすごく使いやすいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでベースメイクまで完成しましたので、続いてはポイントメイクをご紹介していきます。まずはアイシャドウ部門です。ランキングはこちら。3種ともシャネルレベージュパレットルガールソフトが1位を獲得しました。受賞理由には、絶妙なイエローベージュとピンクのバランスがおしゃれ。スタンダードに見えて懐かしさと今っぽさの融合を感じる奥深いパレットなどが挙げられています。今回はパレット内の全5色を使ったメイクをご紹介していきたいと思います。まず下段左のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。マット質感の絶妙な黄身を感じるベージュカラーです。程よくくすみも効いていて、すごくおしゃれなニュアンスです。まずはこのカラーを仕込んで自然な影をつけておきます。続いて中段左のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。くすみカラーの上に明るいパールのピンクカラーを重ねて、自然な透明感と明るさを演出していきます。続いて中段右のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。赤みのある締め色で血色感と立体感をつけていきます。続いて下段右のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。ヘルシーなオレンジカラーは下まぶたに使って、自然にカラーメイクを取り入れていきます。最後に上段のカラーを指に取って、下まぶた全体に重ねて、
さらに上まぶたの黒目の中心にも重ねていきます。ホワイトベージュのツヤカラーで立体感をプラスしていきます。はい、こんな感じでパレット全色を使ったメイクが完成しました。明るいピンクと鮮やかなオレンジが目を引くパレットですが、全色を使ってもこんな感じで、大人っぽいくすみニュアンスのベージュや赤みのブラウンなどがメインになっているので、ベーシックで洗練された印象の中に自然なカラーを取り入れられます。ラメやパールも大きすぎなくて、自然なツヤニュアンスを与えてくれる程度なので、組み合わせ方で華やかなカラーメイクからお仕事メイクまで幅広く楽しめそうです。引きで見るとこんな感じです。続いてはチーク部門です。ランキングはこちら。資生堂カラープラスグローエンハンサーの04番がボーチェ美的の1位とマキアのベストオブベスト大賞を獲得しました。受賞理由には毛穴をふんわりぼかす自然な仕上がりで美肌見え、血色感がヘルシーなどが挙げられています。では、チークブラシにとって基本の位置からふんわり入れてみたいと思います。かなり粉質が柔らかいタイプなので、軽くのせるだけでもこんな感じで肌の上でもしっかり発色が楽しめます。04は肌なじみが良くて淡く優しいカラーですが、きちんと柔らかさを残したまま発色も楽しめるのがすごくいいですね。はい、両方の頬に塗ってみました。チーク自体はふんわり柔らかい毛穴を気にせずに使えるタイプですが、顔を動かすとこんな感じで、頬の高い位置に自然な光の立体感も楽しめます。近くで見るとこんな感じです。淡いカラーですが、しっかり頬の上でも発色を楽しめるので、柔らかいニュアンスは保ちたいけれど、しっかり発色させたい方に使いやすそうです。04は手元で見ると少しヘルシーなニュアンスも感じるオレンジベージュカラーかなと思いましたが、肌の上にのせると自然な血色感もあって、黄身が強すぎないところが使いやすいなと思います。資生堂らしい質感の良さが際立つアイテムだなと思いました。続いてはハイライト部門です。ランキングはこちら。NARS ライトリフレクティングルミナイジングスティック04233がボーチェと美的の1位、マキアの2位にランクインしています。受賞理由には、肌そのものから放たれたようなみずみずしい透明感は傑作の域、上品なツヤと光でリフトアップしたかのような仕上がりなどが挙げられています。緩めのスティックタイプなので、まずは指にくるくると取って、チークの境目からこめかみに向かって C ゾーンに入れていきたいと思います。結構しっとりしている感じのスティックハイライトなので、乾燥が気になる時にも使いやすいです。軽くのせるだけでもこんな感じで、しっかり光りますが、主張が強すぎなくて、光が広がらずにピンポイントで光ってくれる感じがすごく綺麗です。はい、こちら側半分にのせてみました。ハイライトなしの方もチークのツヤで立体的な光がありますが、正面から見てもきちんと光っている感じがわかりやすいと思います。さらに顔を動かすとこんな感じで、強い光は放ってくれますが、ピンポイントなのでしっかり立体感を与えてくれます。近くで見るとこんな感じです。結構緩めのオイルっぽいスティックハイライトですが、ベースメイクがよれたり、ハイライトが広がりすぎる感じがなくて、至近距離でもピンポイントの光を楽しめます。簡単にメリハリのある立体的なツヤ肌に仕上げてくれて、すごく綺麗です。最後は口紅部門です。ランキングはこちら。3種ともイヴ・サンローランボーテ YSL ラブヌードリップスティックの1番が1位を獲得しました。受賞理由には、唇の酸っぽさを強調するようなじんわり質感はまさに未体験。唇がふわっと膨らむような質感などが挙げられています。こちらのリップは個人的な上半期のマイベストコスメでも1位に選んだアイテムなので、美容雑誌でも人気とのことですごく嬉しいです。こちらはツヤでもマットでもない新感覚のふわじわ質感が特徴的で、塗り心地もふわっと軽くじわっとした潤いを感じられます。唇の上にのせるとこんな感じです。
一見マットリップに近いように感じますが、マットよりも湿度感があって軽やかで、しっかり唇は覆ってくれるのに抜け感があるところが今っぽい仕上がりです。特にこちらの1番は青み系のピンクですが、どんなメイクにも組み合わせやすいです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで2026年上半期美容雑誌3誌のベスコスランキングで1位を獲得したアイテムを使ったメイクが完成しました。まずベースメイクは全体的にカバー力が高いアイテムが多く、しっかり作り込まれた肌に仕上がっていますが、テクスチャーが柔らかくて滑らかなので、厚塗り感なくテクニックがなくても綺麗に仕上がるアイテムが選ばれているんじゃないかなと思いました。そしてポイントメイクにはアイシャドウにもチークにも大人っぽい柔らかいオレンジカラーが選ばれていて、今季のトレンドを感じました。リップは青み系のピンクですが、チークも黄みが強すぎないソフトコーラルなのと、アイシャドウはオレンジとピンクが両方セットされているので、組み合わせても喧嘩しない大人っぽいカラーメイクに仕上がったかなと思います。少しでもコスメ選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。